皆さんお疲れ様です。株分析作業員ののんびりです。本日は視聴者様からのリクエストにお答えして、直近の決算発表で驚異的な高配当と力強い来期予想を叩き出し、大注目の黒田グループ証券コード 278A の最新状況を点検します。今回はそもそも黒田グループって何をしている会社なのという疑問から、株価はどこまで下がるのかといった下値の地盤調査まで、たっぷり時間をかけて徹底的に点検していきますよ。本日も最後までご安全に。まずは初動点検のんびり点検シートです。まずはいつもののんびり点検シートでこの銘柄の現在の健康状態をサクッと確認してみましょう。配当利回り 3% 以上に対し 6.62%、 判定合格。 ROE10% 以上に対し 10%、 判定合格。自己資本比率 50% 以上に対し 42%、 判定不合格。配当成功 50% 以下に対し 65.2%、 判定不合格。補足、現金キャッシュフローなどの営業キャッシュフローは97億円のプラス、判定合格。一見すると不合格の項目が目立ちますが、これには深い理由があります。後ほどじっくり点検していきますね。次は事業内容の点検、稼ぎの柱です。黒田グループって名前は聞くけど何を作ってるのと思う方も多いですよね。一言で言うと、この会社はテクノロジー業界の便利屋兼凄腕の職人です。最新の2026年3月の売上を見てみると、最大の稼ぎ柱は商社事業で全体の 75.3%、 925億円を占めています。ここでは自動車業界やエレクトロニクス業界に向けて、国内外のニーズに合わせた電子部品や電気材料を調達して販売する便利屋の顔を持っています。次なる柱が自ら製品を作る製造事業で、全体の 24.7%、 303億円です。割合は小さいですが、この職人の顔が会社の強力なエンジンなんです。具体的に何を作っているかというと、液晶画面を作るための背光膜印刷板やデータセンターで使われる大容量ハードディスク HDD 向けのシールやラベル、さらに建設現場で使われる電接資材、そして自動車向けの樹脂成形金型など、とにかくマニアックで現場になくてはならないものばかりを作っています。この製造事業の営業利益率は 14.1% と商社事業の 3.5% に対して圧倒的な高収益を誇っており、まさに職人技でがっちりと利益を稼ぎ出しています。次に業績の軌跡点検です。それでは5年間の業績の軌跡を見ていきましょう。売上高は連結決算に移行した2023年3月の1393億円から2024年3月は1267億円、直近の2026年3月は1228億円と、少し規模は落ち着きつつも高水準を維持しています。しかし利益の方は少し様子が違います。営業利益は2024年3月に一度20億円まで落ち込みましたが、そこから見事に立て直し、2026年3月は65億円まで V 字回復を果たしました。これは不採算部分の整理や AI 関連という新しい需要へと現場をしっかり転化させてきたためです。外部環境の荒波に揉まれながらも底力を発揮して耐え忍び、再び成長軌道に乗せている期間だったと言えます。次は財務の深掘り点検です。ここは3つのポイントに絞ります。現在の会社の貯金箱である現金・現預金は173億円と手厚く確保されています。一方で借金にあたる有利子負債は271億円と現金よりも多い状態です。そのため会社の耐震力を示す自己資本比率も 42.0% と目安の 50% より少し低めに出ています。借金の方が多くて危ないのと思うかもしれませんが、ご安全に。前期の 40.1% からは着実にコンクリートが固まってきており、自由に使えるフリーキャッシュフローも77億円と現金の流出入量は非常に良好です。
本業の体力自体は十分にがっちりしていますよ。次は還元姿勢の点検。皆さんが一番気になる配当の点検です。過去の配当推移を見ると無配の時期もありましたが、2025年3月に一気に60円の配当を出し、直近の2026年3月には61円へと増配しています。さらに来期2027年3月予想ではさらに63円への増配を発表しました。会社は DOE 株主資本配当率 7% と原則減配しない累進配当を基本方針に掲げており、株主への還元意欲は非常に高いです。ここで理論配当金を計算してみましょう。最新の1株当たり純資産 BPS964.30 円に DOE の 7% をかけると約68円という理論配当金が導き出されます。来期予想の63円はこの理論値に裏打ちされた無理のない水準へ近づいており、会社が本気で株主還元を手厚くしようとしている頼もしい姿勢がうかがえます。続いて直近決算と将来目標です。そして今回注目の直近決算を確認します。2026年3月は売上収益が1228億円で前期比 1.2% のプラス、営業利益が65億円で前期比 10.3% のプラスという素晴らしい結果を出しました。ただしこの利益には旧拠点の不動産売却益約18億円という一時的な利益が含まれています。注目すべきは来期です。この売却益がなくなるにもかかわらず、来期の2027年3月は売上高1250億円、前期比 1.8% 増、営業利益70億円、前期比 7.1% 増という強気の目標を掲げています。一時的な利益の剥落を AI 需要や自動化設備などの本業の実力だけで完全にカバーし、利益を伸ばしていく力強い工事計画だと言えるでしょう。次はチャート需給点検です。年初来高値は1128円、現在は951円付近で推移しています。ただ需給面では信用改ざんが約165万株と重たい状態が続いています。短期的には上値が重く、利益確定売りが出やすいタイミングですね。最後に結論、のんびりの判定です。一時的な利益に頼っていた状態から見事に構造転換を果たし、 AI 需要という追い風に乗って本業の製造事業でしっかり稼ぐ力を証明してくれました。利回り 6% 超えは非常に魅力的な銘柄です。今の株価からもっと下がって900円を切ったりしないのと不安に思うかもしれませんね。結論から言うと900円を割る可能性はゼロではありませんが、そこまで下がるとかなり強力な買いのサポートが入る分厚いコンクリートの地盤があります。理由は3つです。1つ目は配当利回り 7% の壁です。来期予想配当63円のまま株価が900円まで下がると利回りがちょうど 7.0% に達します。累進配当を掲げる企業で配当利回り 7% となれば配当狙いの押し目買いが一斉に入ります。2つ目は解散価値です。現在の1株当たり純資産 BPS が約964円なので、900円を切る水準は会社の資産価値から見ても極めて割安と判断されます。3つ目は今年の最安値が5月につけた928円であり、ここが強力なサポートラインとして意識されるからです。もし短期的な投げ売りなどで900円を切ることがあれば、それは会社の業績が致命的に崩れていない限り配当利回り 7% 超えの絶好のバーゲンセールになると言えます。したがって私たちが安全に拾うのであれば、まずは今年の最安値928円を背中にした930円から940円付近での指値で打診買いとしてじっくり待ち構え、万が一900円を切るようなショックがあれば追加で拾うという2段構えの作業手順が最も安全だと判断します。皆さんはこの銘柄どう思われましたか？ぜひコメント欄で皆さんのご意見お聞かせください。今回の点検が少しでも参考になったら忘れずにいいねとチャンネル登録、それと新機能のハイプボタンをよろしくお願いします。皆さんの応援が私の日々の点検作業の励みになります。この銘柄も点検してほしいというリクエストもコメント欄で随時受け付けていますので、ぜひ教えてくださいね。それでは皆さん、本日もご安全に。